めっちゃお金持ちになってめっちゃスーパーカーフェラーリとかに乗ること。でそれに待ってなんか光かなんか照射されると突然ピアノが突然弾けるようになったりとかね、朝起きたら英語がペラペラになっているそうですね、私は一晩寝て起きたらですね、頭の髪の毛がズブーッとこう長髪になっておりましてですね、また映画に出れたいなっていうことかな。奇跡ね、なんだろう、幸せがいっぱい続けばいいですかね。特に大きな奇跡っていうのはあると今までのいろんなものが崩れていくから、それはなくていいかな。今思うことまたこういう監督の映画に出たいですと女優になりたいです。こうしていることがもうかなり奇跡的なことだ。バスケのプロのやつのワールドカップやってるんだけど BS とかでしかやってないから普通のテレビでやってほしい。やっぱこうやって監督と今回一緒に初めてお仕事させてもらいますけど、出会いが奇跡だと私は思ってるので、また是枝さんに拾ってもらいたいです。地球上からやっぱり戦争とか飢えとかそういうのがなくなること。ちょっと女優になりたくなったみたいな、なれるかどうかわからないけど、とりあえず平和になったらいいです。なんかもう戦争とかなくなって、撮る前に思ってたことじゃなくて、撮りながらそういう映画なんだなと自分がたどり着いたのは、いろんなものが思い通りになるのではないかとある時期まで子供は思ってるじゃないですか、自分を中心に。できっとそれがある時期失われるんですよね。で今回の映画って多分その失われるまでの話なんですよね。で本当は失われると悲しいとか暗いとかネガティブなはずなのに、でもそれを成長と呼ぶわけじゃないですか。でそれはすごいなと思って、何かが失われるのに成長するっていうのはこれは奇跡だろうと、そんなとこですかねそういうふうに見えるといいなと思ってるんですよね。そうすると人が生きてくってそういう意味での奇跡の連続だなというさ、それは子供だけじゃないような気もするんですよね。そうですね、なんか昔バックトゥザフューチャーっていう映画があったじゃないですか。なんかあれもなんだろう、スピードとスピードのなんかぶつかり合いでタイムスリップするみたいななんか内容があったような気がして、なんかそれを思い出しましたね。なんか青春というと大げさですけど、昔のそういうイメージが広がる時代みたいな、なんていうんですかね、そういう年頃を思い出して、なんか懐かしい感じがしましたね、台本を読んで。何なんですかね、是枝さんの包容力というのか、その受け止める幅とか、もちろん演出含めて是枝さんだったら全てを含めて焼き付けてくれるような気がして、そのなんか信頼っていうことなんですかね。他の監督を信頼してないということではなくて、今回是枝さんからいただいた台本がそうだったんで、是枝さんだったらできるなと思って、そんな感じでしたね。なんだろう、その今回でいう前田大城君とのその人間対人間のなんだろう、心のつながりというのか、
その芝居の前の部分がちゃんとつながってれば何でも美しいものにしてくれるような気がして、あとやっぱり監督の人柄がやっぱ組そのものの空気に出るじゃないですか。すごい癒されますね、毎回是枝組に来ると。スタッフみんな楽しそうだし、なんだろう、嫌なプレッシャーというのかストレスも全くない現場に見えるし、自分自身がその自由ですごく楽しんでるっていうのを自分自身で感じられますね。すごい貴重な組だと思いますね。全体的にですけれども、やっぱりこうすごく景色が広がっていくし、多分本当にいい映画になるんだろうなって思いましたね。うん。後期、子供としてというか、役者として後期はどのように映りました？そうですね。勘がいいですよね。ですっごくいろんなことよく見てますから、読み取る力も早いし、言われたこともすぐできてしまうし、すごいですよね。なんて出来のいい息子だろうみたいな。いや本当に監督はなんでしょう、人として尊敬できるところがすごくたくさんあります。それはなんだろう、内側からきっと出てくるものなんだと思うんですけど、すごいたくさんありますよね。すごくのんびりとした優しい柔らかい音楽で包まれているような温かい感じ、はい、ですね。方言とかはやっぱりちょっと難しかったりします？難しいです。何が一番難しいかというと、例えばポッと何かアドリブっていうか言いたい時に、それを鹿児島弁に直すとなんて言うんだろうってなるので出てこなくなっちゃうんですよね。で例えばこれが普通に自分が普段喋っている言葉だとそのまま出てくるじゃないですか。でもこれが鹿児島弁だとなんだっけとか、特にあとこうとかと話してる時は関西弁なので、お母さんお父さんに話してる時は鹿児島弁で、こうには関西弁っていうのはやっぱ非常に難しいですね。2つこう使い分けなくちゃいけないので、そうですね。溝が2つ。結構大変ですね。あとまず脚本読まれてお話の内容についてはどう思われました？可愛いなと思いましたね。可愛いってなんて言うんだろう、ちょっとこう子供たちがね主人公でもあるんだけども、とてもこうやっぱり可愛いって感じかな。なんだろう、こう目線が柔らかくて優しくて可愛いって感じ。是枝監督ってどういう監督だと？そうですね、今まであった中でもやっぱりちょっと異色っていうんじゃないんだけど、やっぱり独特のね感性とやり方、方法論を持ってらっしゃるなと思って、だからそれは撮影の初日かっていうか、衣装合わせの時から蓮見さんは今回子どもたちに一切台本を渡してないんで、現場でいろいろお付き合いいただくことになりますけども、よろしくと言われて、それで俺じゃあ監督俺も台本セリフを覚えていかなくていいですかって言って、それでも周りから「ダメですよ鹿児島弁ですよ」って言われて、そうかでもねその時からなんかね
面白い方法を取るんだなっていうのと、本当にまあ達者な子どもたちはいっぱいいるけど、なんか違う子どもたちの後ろにある時代とか親たちとかそういうものも含めて、なんかそういうのをその空気の中でね、全体の空気の中で踊りになりたいんだなって、だから面白いなと思いましたよ、最初から。で現場来てみて、後期なんて、高一役の後期なんてのはなかなか利発な子でね、いっぺん言われるとすぐ覚えちゃったりなんかするじゃないですか。でも他のシチュエーション全然わかんないのにその中でやっていくっていう、あれはなかなかね見てて楽しかったですね。こうスタッフもよく言ってますけど、後期は本当に頭の回転が速いというか、一緒にやられててどうですか？いや本当回転速いですよ。それとそれはね、昨日アドリブで多分そこはセリフオンで流れるかどうか分かんないんだけど、後期にこういうような感じのことを言えって言ったら、後期が焦るなとかって言いながらカメラ回った途端にいろんなアドリブを自分でセリフ作って、ああいう子供たちなかなか珍しいよね。それでこっちがオタオタしちゃうよね、やっぱり。オタオタっていうかやばいなと。動物と子供とは一緒に出るなって昔から言うから結構子供たちに脚本を見せてないのも、こう現場でコロコロ変わるのもやっぱり全部こう決めちゃうとそうだね、周りが見えなくなるから、こう特に大人たちでスタッフもそうだから、あんまり決めずにやった方がいいみたいなことをおっしゃってて、それはある意味監督とてもすごく、熱のある人なんだけど、とても冷静なところも持ってらっしゃるから。でやっぱり画面の中だけじゃなくて、画面の横とか後ろとか周りにあるもの、空気感みたいなのをすごく大事にする人だから、俺なんかにはすごく好ましいっていうかやりやすい監督さんですよね。で的確な言葉は少ないんだけど、僕なんかには的確なダメ出ししてくださるんで助かりましたけど。まずですね、作品に出演が決まりまして、初めて台本を読んだ時の、感想はどのような感想をお持ちになられました？台本あらすじを大体聞いてたんで、だからそういう意味の「へえ」とかっていうのではない感じでしたけど、ただ日常のそれどこの家庭にもあるそういうもの、台本自体はすごく微妙に積み上げてって笑いながら読んでました。どの辺が面白い？やっぱ子供の学校の下りとか子供同士のあれがおかしかったですね。面白かった。で実際にそれは子供の遊んでる会話の中から監督が拾ったものっていうのが随所に入ってるわけですよね、台本の中に。後で聞いたら、だからなるほどねっていうふうに思いましたね。なんかどういうふうに？だからやっぱり最初は兄弟でも女の子と男の子の兄弟だったのが前田君を見て監督がビリッと来て、電気みたいに兄弟を見て、で男の子兄弟子たちとやりたいということで、随分だから子たちのスケジュール狂いましたよ、大人はかなり。
でも狂ってよかったです。監督とは以前も歩いてもとかでご一緒されてると思うんですけど、今回の監督の印象はいかがですか？同じですね。誰に対しても同じ。あれがいいんですよね。この子役に対しても大人の俳優に対しても誰に対しても普通に同じ、当たり前に違うとか違う、ここは良くない、ここは良かったとかっていうのがこうぶれないっていうかな、やっぱりゆったりとしてるんでしょうね、性格が。ひょっとした人間のこうだから私なんかは何だってお客に伝わるかなとかなんとか偉そうなこと言っちゃってやってみるんだけど、それはやんなくても大丈夫ですなんて言われてよかったと思って、そういうなんていうか押さえつけるんじゃなくてその映画のあれを壊さない程度に見ててくれるっていうのがあるから、楽ですよね。そしたら、あと細かいことですけど方言が結構あったんですけど、方言はねしょうがないよね。やっぱりその方言でおやつはカルカンだけどっていうふうなセリフが、おやつはカルカンだけどっていうのとはやっぱり違う、土地のそういうものはやっぱりやっていかなきゃその味わいは出ないから、方言って得すんのよね、得なの、だけど頭の中は上がったり下がったりねしちゃうの。きっとそれあれよなんて言って、きっとそれあれよってこういうふうに頭の中で考えちゃうから、気持ちはちょっと横へ行っちゃったりするけど、でも言葉にニュアンスがあるから即しちゃうのね。終わってみてどうですか？楽しかったです。でも寂しいからもう一回どっかで会ってもう一本映画を一緒にやれたらな、同じメンバーで、出演者の人もみんな一緒で。どの辺が楽しかったですか？なんかいつもとやり方が全然違ったので、なんかこう違う楽しさがありました。やっぱそれは台本がないし、こう全然こう撮ってる間に自分の頭の中で予想でつながっていくみたいなのがこう毎日終わって毎日をこう見返したら、いろんなことがこれはここにつながんねんなみたいな、毎日パズルやってるみたいで面白かったです。弟と初めて共演したけど、それはどうでしたか？初めてじゃないんですけど、お互いだけじゃないと分からんみたいな、ちょっと今ふざけ気味やなとか、ほんまにお腹痛いやなとか、こうちょっと我慢してんねんなとか、いろいろと兄弟じゃないと分からんことがちょっと分かったなっていう感じです。是枝監督はどうですか？いや、すごい楽しかったです。はい、なんか撮影中もこう監督もすごいお茶目な人で、撮ってて時間ないのに助監督の金重さんが早く撮ってくださいよって言うまで遊んでたりするし、なんかほんまにみんなが他のスタッフさんが監督のことを7人子供と一緒やっていうのがなんかちょっと分かる気がして面白かったです。はい。シーン的には難しいところがありましたか？はい、2つぐらいクライマックスが難しかったです。映画のクライマックス、お別れするところと、あとカルカン食べさせるところ、2人で、あそこが難しかったです。それはどうぞ。ちょっとその感情的になる、撮影終わってみてどうですか？いや、すっきりしました。なんで？ちゃんと自分が頑張れたかが、楽しみです。これの映画っていつやるんですか？来年の6月ぐらいです。読みたい。来年の6月か。ちょっと遠いねんな。お兄ちゃんと共演してどうですか？初めて一緒に共演したし、
映画で、あと初めて面白いも映画に出たし、だから映画って結構大変やなっていう経験ができてよかったと思います。監督はどうですか？めっちゃ優しい人です。お芝居は台本なかったけどお芝居は難しくなかった？大丈夫でした。難しいところも全然なかったですか？やっぱりちょっとセリフが長いのを台本見んとその場で覚えるっていうのはちょっとやっぱ難しかったです。じゃあこの間聞いたっけ、起こってほしい奇跡っておーちゃんの起こってほしい奇跡は何ですか？めっちゃお金持ちになってめっちゃスーパーカーフェラーリとかに乗ること。なんかすごくいい話で、またほのぼのとしてて面白いですし、よくなんか日常にある言葉が散りばめられてて、それがなんかあったかくて滑稽でなんかほわっとしてて、そういう描写がすごくよく見えてくる作品だと思ったんで、本当なんかいい映画ができるんじゃないかなっていうすごい期待が脚本から感じられましたけど、なんですかね、脚本を読んでる段階でもうなんかすごくやりやすいんですよね。それでなんですかね、だからその時点から監督がね脚本をお書きになってたりするんで、すごくセリフも言いやすいし、それでこういう作品に是枝さんしてくださるんだろうなって思うと、映画で見た時にやっぱりちゃんとそういうふうになってるんですね。これってなんか本当奇跡的っていうかすごいなと思うんだけども、だからもう現場にいて完全その安心して参加させてもらえるっていうのがすごく一番嬉しいことでね。でやっぱその雰囲気っていうか場の雰囲気というか、僕の場合子供が結構いる、今回もそうだけども子供と絡むシーンとか家族的なそういう話のものが多いんですけども、そういう子供の雰囲気をすごく大事にしてやられるところとかすごく賛成なんですよね。なんかだからその子供たちが持ってる自然の元気の良さとか作り物じゃないそういうものをすごく生かしてらっしゃるから、そこに紛れて大人たちもできるんで、それは本当独特な演出だと思いますけど、とにかく何も心配してないですね。それもやっぱり面白いですよね。やっぱり撮るんだとかね、やりながら見えてくることっていうのがやっぱりあるんだなってやっぱり思うじゃないですか。それも含めてなんかそのなんか現場の監督のその仕切りというかパワーっていうのかな、それを感じることができるから、僕はすごくなんかね安心できますね。今回の台本読まれてどういう感想をお持ちになりましたでしょうか？いやないです非常にこうなんか、僕らはこの、少年、その少年たちのここの登場人物の遠い少年たちの彼らが信じていく一つのね何かが起こるだろうという、これからもぞ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 とする胸のときめきみたいなもの、そこにいろんなものをこう彼ら携えてそれに向かってこう行くんでしょうけど、それにこうしてね我々この、もう一つのこう人生の晩年を迎えた老人集団もなんか一つのそういうことをきっかけにね、また自分の中にまだまだ何かこういう思いがけないまだ全く未知なもの、そういうものに出会う瞬間みたいなものがねまだ残されてるんじゃないかと、そういうものがねどっかの胸の奥の方にもぞ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 して、なんかそういうものはなんかこうこの映画の通じて最後になんかそういうものが果たしてね、そういうときめきみたいなものがまだこれはまだいけるぜみたいなね、
なんかそういうものがあると、映画全体を通じてこれがどんなものがね、そこに何が起きるか、果たして一体何が起こるんだろう。まあそれが一つの奇跡的、まあそのとこぐらいかな。でまあ、以前も歩いても歩いてもで監督とはご一緒されてるかと思うんですけども、監督の印象っていうのはどういった感じですか？非常に物事もそうだし、それから人間の捉え方もそうだし、それからやっぱりそれは非常にこう多様で非常にこう柔らかいですよね。だからその作品もこのいくつかの作品見てもまたそこで思わぬこう今度こんなものを撮ったのかあんなものを撮ったのかっていうことだからなんかこう思い決めてないということありますよね。なんかこうそういう意味ではこう現場でも非常に多様で多角的にいろんなものがこうそこでこっちにもいちいちこうああしろこうしろということじゃないんですけどもね、暗黙のうちにそういうものがやっぱり非常に現場の中で感じられるし、だからその瞬間瞬間にやっぱりみんなそういうなんかわからないこういうなんか闇に向かってこう常に手探ってるっていうのはね、なんかそういう現場のような気がしますね。それこそたゆまぬはその遊び心というのがあってですね、それはまあ是枝さん監督独特のものなんですけどね、それが非常に楽しいですね、僕にとって。まあ単純に作品を本を読まれて、どういう感想をお持ちになったかと思いまして。そうですね、なんかこうやっぱりこう子供だけじゃなくて大人もやっぱり未来は希望に満ち溢れてるんだなっていうふうに思いましたね。なんかすごくこうなんだろう、普段の生活を日々の日常をいつもと変わらない日常を過ごしているとなんか感じられてないのかなって思ってた希望みたいなものがちゃんとこうそれぞれにある、ちゃんとこう、みんな心に溜めてっていうか、やっぱ気づけてないだけだったりもするのかなとか思ったり、希望に満ち溢れてるなっていうふうに思いました。是枝さんとやられてみてどういう監督だと思いました？なんだろう、すごくこう、優しさがあるっていうか、なんかやっぱ大人ってきっと子供から見たらやっぱりちょっと怖いって思う部分があるのかなって思うから、そういう壁を一切こうもちろんこう大人として叱るべきとこは叱ったりしているんだろうけれど、なんか歩み寄ろうとする、それこそ子供がこれ何って聞いた時に知らないことを恥ずかしむ大人ではなくて、もしそこで自分が知らなかったら自分も一緒に知ろうと努力するような大人なのかなって監督はっていうふうに思いましたね。知ったかぶりというか知ったふりをする大人ではなく、一緒に知ろうよっていうふうにこう前向きに子供と接しているんだろうなってすごく思いました。そしたら先何度もやる
どうして方言はいかがでした？難しかったですね。私結構方言今までいくつか喋ったことあるんですけど、すごいこう鹿児島弁って普通に日常生活してて聞くことってあんまりなかった気がするんですよね。なんか大阪弁とか沖縄弁とかなんか例えば博多弁とか割とこうなんか真似する人ってたくさんいるとは思うんだけど、鹿児島弁を真似する人、鹿児島弁やでみたいな、なんか大阪弁だけどそういうのって聞いたことないから全然触れたことがなかったから、どんな方言なんだろうっていうところからだったんで難しかったですね。初めて脚本を読んだ時はまあこれは最初から一稿から、決定稿まで何回かこう本が変わったんですけど、最初に読んだ時は映画にするのって純粋に思ったぐらい日常とそれぞれの日常がこう多くてですね、でその中に奇跡っていうなんですかね、奇跡っていうその響きがもうすでに日常の中にある奇跡、なんかなんていうんですかね、もちろん子供を視点にあるんですけど、やっぱりね着眼点が是枝さん普通じゃないなって思いました。歩いてもとかも結構その日常というか。でも歩いてもの時はなんかどこかなるほどね、こういうなんかこう自分の親のところに帰ってこういう思いをしてちょっとこう胸に詰まるようなことがあったり、感じ方があったりなんか分かるなっていうのはあったんですけど、今回はその子供たちがこういうことを子供の頃ってなんか奇跡がどうのとか、そういう話は確かにしてたなって思うんですけど、そこをもう一回やろうとする是枝さんの本にちょっと正直驚いたっていう着眼点に。撮影して作品が仕上がると、こういうのを撮るためにああいうことを言ったり、こういうふうなやり方で演出をしてたんだなっていうふうにマジックがかかってるんです、ちゃんと映画に。でそれをみんなに分からせないようにしてコミュニケーションを取る是枝さんっていうところにいまだにこの人ってどんな人なんだろうって正直思ってます、私は是枝さんのことを。いや楽しい撮影でした。それはどの辺が子供はやっぱ面白いな、撮ってて。それは過去の作品よりもまたちょっと違った楽しさですか？そうですね、それぞれなるべく楽しむところを見つけて撮影の現場には臨んでるんですけど、子供はやっぱり動いてるだけで面白いからね。子供が走って何か一生懸命になってるっていうだけでやっぱり魅力的ですよね、被写体としてはね。なるほど。どのような点をこう重視してオーディションをされてました？どのような点？いや魅力的な子をどうやって探すかっていう。オーディション始まってから話変わっちゃったから、最初はボーイミーツガールの話だったから、鹿児島に住んでる男の子と博多に住んでる女の子の話だったから、それに沿って、探すのが普通なんだけど、あんまりそういうことを今までもオーディションではしていないので、その魅力的だなと思ったこのキャラクターに寄せてとか、この子だったらどういう物語ができるだろうとかっていうことを考えて話を作っていくんですよ。人からスタートして話を変えていくっていうのが僕は好きなので、今回もそういう形にしたもんですから、
前田の2人に会って話が兄弟の話になっちゃったんですよね。なのでその兄弟とじゃあどういう子たちを絡ませるのかぶつけていくのかっていうことで途中からオーディションの趣旨が変わっていったっていう感じですね。キャスティングの新井さんとかにもお伺いしたら最初はこう前田に合わせてまさか主役でってになるとは思ってなかったみたいなことをおっしゃってたんですけど、実際に初めて会った時ってどういう印象をお持ち？非常にエネルギーがあるなと思った。やっぱりいるだけで周りを巻き込む力を持ってる。それはまあキャリアもあるけれども、やっぱり僕は実は彼らの漫才というのはテレビで見たことがなかったので存在を知らなかったんです。申し訳ないんですけど。なので普通のオーディションに来た、事務所に所属している男の子兄弟っていうことで会った時にやっぱ圧倒的に立ち姿が他の子とは違ってたんですよね。なんでしょうね、存在感っていう言葉は非常に曖昧な言葉なのであんまり使わないようにしてるんですけどね。全くカメラを向けようが大人と接しよう、多くの大人に囲まれていようが物おじすることは全くないし、といって変に慣れたところもなかったし、この兄弟で話が作れるなというふうに直感的に思ったんですけどね。後期はやっぱりもう役者になるっていう意識がかなり強く持ってるんじゃないかな。非常に周りを見ているし、自分が引っ張っていこうという意思も明快に持ってたし、リーダーシップも発揮していたしでいて、ほとんど内容が分からずにその日来て僕が口立てで伝えたセリフを自分なりに咀嚼してどういうふうに投げ返そうとかここでどういうふうに動こうかというふうにすごく前向きにきちんと考えて撮影に臨む、いい意味でクレバーな、非常にクレバーな役者だと思いますけど。逆に大城はいかがですか？大城天然ですね。逆に計算がないところが面白いからもちろんどちらか一人でも成立する力を持っているけれども、やっぱり兄弟をぶつけることが今回してみたかったのは全くタイプが違うから、いろんな意味で演技設計というものが大城にあるのかどうかはちょっと分かりませんけれども、カメラの前に立った時の構えなさっていうのかな、そのままでそこにいる感じっていうのは相当すごいねあれはなかなかできないね。それはお兄ちゃんの個性もあるし弟の個性もあるし、その兄弟でのバランスもあるし、それは絶妙なものだったと思いますけど、何をつなぐかっていうのがね、いろんな意味で流れを作っていくんですよね。だから脚本も最近は書くので書いて、それをどうやって空間の中に広げていくかっていう、その書かれた文字が見た人が浮かばないように、そこにいる人間がちゃんと発してる、そこにいる人間がちゃんと生活してるように空間をどう取っていくかっていうのが監督の仕事だとすると、それをもう一遍時間の流れを作って見る人がちゃんとつながったものとして見られるようにするのが編集ですよね。だから空間的に処理していくのが演出で、もう一遍時間に戻していくっていうのが編集だと思うんですけど、その時にだから何をつないでいくのかっていうことなんですよね。時間の流れをつないでいくわけじゃ実はないので、誰かの気持ちをつないでいくっていうのが一番大事なんですよね。で今回で言うと後期がやったお兄ちゃんの感情をどういうふうにつないでいくのか、その感情に誰の感情が絡まって膨らんで、もう一遍お兄ちゃんのところに
お兄ちゃんの感情にこう戻っていくのか、それにどう見る人を寄り添わせるのか寄り添わせないのかっていういろんなことを考えながら切り刻んでいくんですけどね。一つはそのお兄ちゃんの感情の柱というのをどこで見つけていくかっていう作業なんですよね。撮ってる時に分かんないこともたくさんあるので、つながった時にどっかでよどんだりするわけですよ。で僕が頭で考えてるよりもお兄ちゃんの感情でないシーンが続いたりする時があるから、そこをどう乗り越えていくかっていうのを見極めていくんですよね。難しいけど面白いんですよね。これが見つかった時はね、ああこういうことだったんだなっていうのが。